こんにちは、アンゴです。年利 150% キャンペーン中の暗号資産レンディングサービス、居酒屋が出勤を停止しました。そこでこの動画では、居酒屋で何が起きているのかを説明し、詐欺の可能性を分析します。居酒屋は2023年12月にサービスを開始した暗号資産レンディングサービスです。暗号資産レンディングサービスは、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を貸すと利息がもらえるサービスです。居酒屋は本人確認不要でサービスを利用でき、居酒屋に自分の暗号資産を送金して、貸し出し期間と数量を指定してレンディングを申し込むと、毎日利息が付与され、満期後に元本と利息を出金できるようになる仕組みです。年利は以前は最大15%、現在は最大 12% です。一見年利 12% は大したことがないように思いそうですが、6年で元本が倍になる高金利です。さらにキャンペーン期間中は年利が跳ね上がります。新規ユーザーは年利 500%、現在は既存ユーザーも含めて年利 100%、他社から乗り換えたユーザーは年利 150% のキャンペーンを開催中です。このように居酒屋は魅力的な年利をかけながら日本人ユーザーを増やし、今までは配当もされ出金もできていたのが、今月8月から出金できないという被害者が出始め、8月22日頃に出金トラブルが表面化しました。そして8月24日に居酒屋運営がこれを発表しました。現在、不正な資金の流入やマネーロンダリングの疑いがある取引が一部確認されているため、該当する一部のアカウントにつきましては、安全確認及び調査のため、送金出金を一時的に停止しております。過去の暗号資産詐欺では、ハッキングや不正検知を理由に出金を停止することが多く、居酒屋も同様の理由で出金を停止しました。本人確認なしで利用できる居酒屋がマネーロンダリングを検知して出金を停止するとはギャグみたいな話です。仮にマネーロンダリングを検知したから出金を停止したのが本当なら、居酒屋はどこかの国の規制当局に登録されている事業者であり、規制に準拠するために対応したことになります。では、居酒屋の会社情報を見てみましょう。これは居酒屋公式サイトに表示されている会社情報です。称号は居酒屋リミテッド。本店は香港。設立は2023年4月。資本金は1000万ドル。日本円で約16億円です。このように居酒屋社は香港で登記された信用できそうな企業に見えるものの、住所はバーチャルオフィスで、多くの企業が居酒屋社と完全に同じ住所を使っています。さらに、居酒屋リミテッドという称号は、香港の当局のデータベースに存在しません。なんだって？一方、ブラザーズ居酒屋インターナショナル HK リミテッドという居酒屋っぽい称号の法人は登録されています。名前が長いので、この動画では居酒屋香港社と呼びます。居酒屋香港社の設立日は2023年6月。資本金は20万円。一方、居酒屋社の設立日は2023年4月。資本金は16億円。設立日は近いけど、一致しないね。居酒屋香港社の住所は、香港郊外の工業地帯にある工業ビルの一室です。一般的に工業ビルが本社オフィスとして使われることは少なく、安い料金で東京住所を確保するペーパーカンパニー用の住所として使われるケースが多いです。実際、居酒屋香港社と完全に同じ住所を使っている会社がたくさん存在します。居酒屋香港社の親会社は、ケイマン諸島に登記されている居酒屋ケイマン社で、居酒屋香港社の株を 100% 保有しています。ケイマン諸島は会社役員や株主情報の公開義務が緩いタックスヘイブンなので、居酒屋香港社の登記情報を取得しても
居酒屋ケイマン社としか記載されておらず、実際の所有者にたどり着くことはできません。このようなシンガポールや香港などの登記情報が検索しやすく信頼されやすい国に子会社を設立し、子会社の全株式をタックスヘイブン法人に持たせることで黒幕までたどり着けなくする手法は詐欺プロジェクトがよく使えます。これは居酒屋運営とユーザーの間でトラブルが発生した時の利用規約です。要約すると、適用される法律はケイマン諸島法、紛争はケイマン諸島の裁判所で争う、ユーザーは集団訴訟ではなく個人単位で訴訟を行う、判決を他の顧客の判決に影響を与えることはできない、といった内容が書かれています。日本人が個人でケイマン諸島で訴訟を起こすのは費用や手続きのハードルが極めて高いので、訴訟させないための規約を盛り込んだと言えます。これは居酒屋公式サイトのフーイズ情報です。居酒屋公式サイトのドメインはニャラ経由で取得されています。ニャラはプライバシー保護に特化したドメイン取得管理サービスで、どの国の捜査機関からの情報開示請求にも一切応じないことで知られています。そのため、詐欺サイトが追跡や差し押さえを無効化するためによく利用しています。以上から居酒屋の分析結果は、逃げる気満々やないかとなりました。もし居酒屋が他の詐欺プロジェクトと同様に出勤を停止したままフェードアウトする場合、この後、入金したり友達を紹介すれば優先的に出勤させてあげると言い始める可能性があるので注意してください。今回の事件で問題視されているのは、暗号資産インフルエンサーが居酒屋を広めたことです。暗号資産系でフォロワー数日本1位のアカウントも居酒屋を広め、被害者が量産されました。暗号資産業界の信用を揺るがす事態です。怪しいことはすぐわかるのになぜ広めたのか。紹介報酬は1人紹介するたびに約6500円がもらえ、5人目以降は1人紹介するたびに約13000円がもらえます。しかも出勤停止中にもかかわらず、紹介報酬の増額や年利 150% キャンペーンは今でもまだ続いています。その他、オンチェーン分析によると、居酒屋の開発アドレスは、居酒屋トークン、居酒屋ポンド、居酒屋赤蝶など7種類のトークンを発行し、居酒屋トークンは今年の高値から 90% 近く暴落しています。今後は利用者が居酒屋に送った暗号資産がどこに流れたのかをオンチェーンで追跡したいと考えています。もし協力していただける利用者の方がいましたら、暗号資産を居酒屋ウォレットに送金した時のトランザクション ID を教えてください。以上、居酒屋が出勤停止、何が起きているのかと詐欺の可能性の分析でした。この動画が参考になったらグッドボタンをお願いします。このチャンネルでは投資判断に役立つ深掘り情報を解説しています。次回の動画を見逃さないようチャンネル登録をしてください。ご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。